お前とは離婚だ。俺に家を譲って今すぐ出て行け。夫から突然そんなことを言われた。ある理由があり、私も離婚をしたいと思っていた。すると、夫が続けて口にした言葉に、私は衝撃を受けた。私の名前はまなみ。夫の悟と二人で暮らしている。結婚して5年。仲睦まじく暮らしていた。二人とも仕事をしていたので、家事はお互いにしていて、不満なんて何一つなかった。だけど、結婚して5年が経つと、だんだん夫の態度がおかしくなってきた。今までだったら、誕生日や結婚記念日なんかは絶対に忘れることはなかったのに、最近は誕生日はもちろん、結婚記念日すら覚えていてくれなくなった。私は少し悲しかったけど、結婚歴が長くなるとこうなっていくんだろうと諦めていた。一度結婚記念日に今日は何の日か夫に尋ねてみた。何の日？ああ、そういえば駅前のパチンコ屋が寝台入れ替えをする日だった。ちょっと行ってくる。なんて言われた。夫が家を出て行き、静まり返ったリビングで、私は棒立ちしていた。結婚して5年とはいえ、まだまだ祝ってほしかった。あまりの悲しさに胸が締め付けられる思いだった。後日、さらに悲しい出来事が起きた。悟の父親が亡くなった。私は義父と仲良くしていただいていたので、とてもショックだった。義母は一人になったが、一人暮らしの方がゆっくりできるからと、同居は断られた。もともと私たちは、私の両親が住んでいた実家に引っ越すことが決まっていた。私の両親は田舎暮らしに憧れており、仕事を引退して田舎に引っ越しをしていたため、実家が空き家になっていたためだ。本当は私も田舎に住みたいが、両親の実家は大きく、近くには学校や駅などがあり、交通の便も良く、子育てをするにはいい環境だと思い、割り切っていた。今住んでいる家は、夫が購入してくれた家だったため、出ることに抵抗があると思っていたが、夫は思っていたよりも乗り気で、引っ越しに賛成してくれた。それに、義実家とも距離が近く、義母も一人なので、あまり離れない方がいいかなと思っていたこともあり、夫の決定に驚きはしたものの、これから子供ができることも考えると、少し広い土地で庭があるような家の方がいいだろうと思ったので、引っ越すことにした。もともと住んでいた家は、夫が売ると言っていたので、そのまま任せた。新居はもともと住んでいた場所から車で40分の場所。義実家からは車で30分ぐらいかかる。少し離れたけど行けない距離ではないので、たまに義実家にも帰っていた。それから半月ほど経った頃、悟の様子に違和感を覚えていた。私たちが引っ越した家に帰る日もあったが、ちょっと母さんが心配だから実家に帰るよ。と、実家に帰る日々が多くなった。なんなら実家より今住んでいる家の方が会社からは近いのだ。それなのに、わざわざ遠回りして実家に帰るなんてありえない。だって、もともと両親と仲がいいとはとても言えないような関係の悟。どちらかというと、私の方が義両親とは仲がいいくらいだった。
けれど、最近ではずっと家に帰らない悟。もしかしたら、岐阜がなくなったことで考え方が変わったのかもしれないとも思ったけれど、きっと理由はそれだけではないと思っている。だって、毎日のように義実家に帰っているはずなのに、この前義母から、たまには顔を出してね、と連絡が来たのだ。そこで、悟は毎日そちらに帰っていますよね、と言えばよかったのかもしれないけど、まだあの事実に気づきたくなかったのかもしれない。その事実は浮気。きっと悟は浮気をしているのだ。家に帰らないのも理由ではあるが、家を売ったはずのお金がいつになっても通帳に振り込まれない。だから、義実家に帰っているのではなくて、もともと悟が購入した家に浮気相手を連れ込んでいるのかもしれない。今度休日に元の家に行ってみようかと考えていた。そして休日、もともと私たちが住んでいる家に車で向かうと、私は衝撃を受けた。すでに家は売り出されており、購入した家族が住んでいたのだ。じゃあ、夫はどこに帰っているの？なぜ家を売却したお金が振り込まれないの？私は混乱する自分を落ち着かせ、車を走らせた。家に帰り着いた私は、今後どうしようかと考えていた。おそらく浮気相手の家にいつも行っているのだろう。これから先も夫はたまに帰ってくるくらいで、他の日は私ではない違う女性と過ごすのであろう。その現実に私は耐えられるのか。そんなことを考えていると、タイミングよく夫から電話が来た。もしもし、私だけど、これから残業が多くなるから、2週間ほど会社近くのホテルに泊まることにするよ。だからご飯も作らなくていいから。残業を理由に帰らないことを伝える夫。本当は残業などなく、浮気相手の家に行くつもりなのだろう。私は覚悟を決めて、今日のことを夫に聞く決意をした。前住んでいた家を見に行ったの。そしたらすでに売却されていて、買い手の方が住まれていたわ。どうして教えてくれなかったの？夫は数秒ほど黙り込み、口を開いた。わざわざ見に行ったのか？暇なやつだな。それに伝えることを忘れていただけだ。今伝えたから問題ないだろう。家を売ったお金はどうしたの？個人用の口座じゃなくて家庭用の口座に振り込む話だったじゃない。夫はまた黙り込み、何かを考えているようだった。考えがまとまったのか、ため息をついて口を開いた。もういい。え？お前とは離婚したい。この家には俺が住むから出て行け。いきなり声を荒げる夫。そして両親の実家を出て行けと言われ、困惑する私。離婚はまだしも、家を出て行け？こんなことを言われると思っていなかった私は、驚きを隠せなかった。離婚については私も切り出そうと考えていたからこそ、このタイミングに驚いてしまったのだ。離婚？出て行け？どうしてそうなるの？俺、浮気しているんだよ。若くて可愛い女の子と。だから離婚してくれ。夫はやはり浮気していた。まさか自分自身の口で浮気を白状するとは思わなかったが、私はその言葉を聞いて
今まで抱え込んでいた感情が一気に爆発した。浮気をしていて、どうしてそんなに偉そうなわけ？私は絶対に許さないから。離婚してあげるわよ。けど慰謝料しっかりいただきますからね。そう伝えると、夫の笑い声が聞こえてくる。俺の彼女は投資で稼いでいるから、慰謝料請求されたって何の問題もねえよ。いくらでも払ってやるから。慰謝料で満足するなんて惨めなやつだな。なんて馬鹿にしている。これからのことは弁護士を通して話をします。そして、この家は私の家なので、譲らないから。荷物をさっさと家から持って行ってね。ふざけんな。俺は一家の大黒柱だぞ。家ってもんはな、大黒柱のものだって決まってるんだよ。私は弁護士を通してくださいと突き通し、電話を切った。大黒柱だからなんだって言うのよ。この家になんて片手で数えられるくらいしか帰ってきてないじゃないの。いざ離婚と言われると、さっきまで考えていたことが一気にすっきりした。きっとこのまま一緒にいたってまた同じことの繰り返し。そんなこと分かりきっているのに、残りの私の人生をこんな無駄な時間に使いたくない。離婚届を準備し、弁護士の先生にお願いをして、夫に渡してもらった。そして離婚が成立。私はいつもと変わらない日々を過ごしていた。すると、いきなり玄関の鍵が開いた音がした。鍵を持っているのは一人しかいない。鍵を変えておけばよかったと後悔をしたが、もう遅い。おい、まだ出て行ってないのかよ。まあいいや、この家の下見に来たから。と、元夫である夫が家に入ってきた。その後ろには確かに若くて綺麗な女性がいた。この人がきっと浮気相手なんでしょう。また、夫がその女の子にメロメロなのはよくわかった。ベタベタくっついて、ニヤニヤしながら彼女の後ろを歩き回っていた。まさに生まれたての子犬のよう。下見終わったぞ。この家は俺たちのものだ。彼女も気に入ってくれた。さっさと出て行け。この広い家なら私たちのこれからの子供たちが過ごしやすいと思います。この人たちは私のことが見えているのかな。私不動産屋じゃないんだけど。その前に、まだ私に慰謝料払ってないわよね。いくらでも支払ってくれると言っていた慰謝料、まだ一銭も振り込まれていないのだ。女性の方を見ても一切私と目を合わせないし、夫はポカンとしている。はあ？金は支払っただろ？なあ、支払ってくれたって言ってたよな。うん、支払ったよ。きっとこの人、一人で惨めになったからって、私にお金をせびってるんだわ。お金じゃ幸せになれないのにね。なんて、二人の会話が聞こえる。私が嘘をついたですって？お金じゃ幸せになれない？よく言うわ。まあいいわ。この女の正体は分かったから、そうやってしらばっくれていればいいわ。私は嘘なんてついていませんし、しっかり慰謝料いただきますから。お前は慰謝料のことしか言えないな。そんなに金がないのかよ。金は払ってある。この子が言っているんだから、間違いない。なんて馬鹿にしている。俺たちは明日から二人で新婚旅行に行くんだよ。その間にこの家から出て行けよ。
もう再婚したわけ？そう私が聞くと、これから再婚するんだよ。婚前旅行みたいなもんだけれど、もう結婚することは確定だからな。そんなお金、あなたたちにあるの？慰謝料も払えないくせに。前住んでた家の売却金もあるからな。それにこの子は前も言ったけど、天才投資家だ。俺よりも金があるんだよ。お前みたいに俺にたかるやつとは違うんだよ。そういうこと。あの家を売ってお金を作ったと。そして彼女が天才投資家ね。とりあえず新婚旅行楽しんでくるわ。お前はこの家の片付けでもしておけよ。と笑いながら家を出て行った。どこまでも私をバカにしている夫。そんな風にバカにしていられるのも今のうちよ。私はある作戦を実行し、夫が新婚旅行から帰ってくるのを待っていた。そして1週間後、旅行から帰ってきたであろう夫から鬼のように連絡が来た。お前どこにいるんだよ。家に行ったのに、家の前は売り物件って書いてあるし、しかも俺の彼女と連絡もつかないんだよ。何か知らないか？なんて焦っている。あれ？どうしたの？婚前旅行で帰ってきたら入籍するんじゃなかったっけ？なんてしらばっくれて聞いてみた。けど焦っている夫はそれどころじゃないようだ。おい、とにかくお前はどこにいるんだ？私はもう引っ越したけど。引っ越した？実は今まで住んでいた家を売り払っていたのだ。子育てや交通の便も考えて前の家に住んでいたが、その必要はなくなったため、両親が移住していた田舎に私も引っ越しをしていた。両親に離婚をしたことを伝えると、声を荒げて怒っていたが、夫への反撃策を話すと、そういうことなら私たちの出番はなさそうだなと言い、辛い目にあったのだからしばらくはゆっくりと生活するのも悪くない。田舎に来たらどうだって誘ってもらったんだ。だから勇気を出して今までしてきた仕事も辞めて、私は田舎に引っ越すことにした。そのため家はもう売り物件になっているし、私がいるわけもない。そして私はもう一つ確信していることがあるので聞いてみることにした。どうせ旅行から帰ってきたあたりから浮気相手と連絡がつかなくなったんでしょ？どうしてそれを知ってるんだ？私が状況を分かっているかのように伝えると、夫は驚いていた。実は夫の浮気相手は私がよく会社の人と利用していた居酒屋のアルバイトの店員だった。この店員さんは自分が興味を持っていない人には態度が悪く、お店の店長からいつも叱られており、顔を見てすぐに分かった。1ヶ月くらい前から見かけなくなり、きっと悟と付き合い出したタイミングだったんだろう。悟がおかしくなってきたのもこの頃だ。また、投資でお金持ちと言っていたが、それも真っ赤な嘘。お店でお金を持ってそうな男性を見つけると、浮気相手は態度を変え、近づき、媚びを売っている姿をよく見ていた。綺麗な容姿から男性はよく騙されていたみたいだけど、結局お金持ちの人とはうまくいかなかったから、頭の悪そうな夫を騙したのでしょう。夫とどこで知り合ったのかは知らないが、頭悪そうだし、都合いいと思ったんだろうな。俺が家を売ったお金で旅行に行って、正直そんなに高値で売れなかったから、
残り200万くらいしかなかったんだけど、口座を共有してたから、いつの間にか全額引き出されていたんだよ。旅行から帰ったら一緒に住むことになってて、一旦家に戻りたいって言われて許可したら連絡が繋がらなくなった。騙されちゃったというわけだ。投資だってきっと嘘よ。あなたの彼女がアルバイトしていた店長さんは投資ができたみたいだけど、あなたの彼女はいつも叱られていて、容量も悪いし、何もできないわよ。あともう一つ、私は噂で聞いた話をサトルに教えてあげた。あなたの彼女、いいかも見つけたら金だけ巻き上げて本命に貢ぐって言っていたらしいわよ。実は彼女のアルバイト先の店長と仲が良くて話を聞いていたんだけど、いいかもというのは夫のことでしょうね。それにバイトを辞めるとき、当分働く必要なくなったんで、と LINE の連絡のみで辞めていったそうだ。店長曰く、浮気相手には付き合っている相手がいたらしいので、夫からお金を絞り取って、本当に好きな彼にお金を貢ぐために、夫と付き合っていたのだろう。家を売れと言えば売ってくれるし、車を売れと言えば車も売る。奥さんと離婚してほしいと言えば離婚してくれるし、私が投資で儲けていると信じて疑わない頭の足りない夫を彼女はうまく利用したということだ。こんなダメ人間じゃなかったはずなんだけどな。そんな、俺の金、俺の家、どうすればいいんだ。車だって売っちまった。俺の資金を元手に、彼女が投資で儲かったお金で高級外車を買ってくれるって言うから。そんなこと私に聞かれてもわかるわけがない。自業自得の何者でもない。私たちもう離婚してるから、あなたが困ろうと私は何も感じないわ。そう伝えると何を血迷ったのか。お願いだ。俺とよりを戻してくれ。お前がやっぱり必要なんだ。なんてことを言ってきた。典型的なダメ男。浮気相手に捨てられたからって、元奥さんの元に戻ってくる。誰がこんなダメ男とまた一緒に生活したいと思うのか。笑わせないで。私が請求した慰謝料だけはしっかり払ってくださいね。それだけ伝えると、私は連絡を終えた。それから何度も夫から連絡が来たけど、もちろんすべて無視。次第に連絡は来なくなった。諦めたんでしょうね。そしてしばらくすると、テレビで結婚詐欺のニュースが報道された。被害に遭った女性を見ると、まさに夫を騙したあの女だった。被害額は400万と言っていたので、きっと夫から騙し取ったお金で結婚詐欺師に貢いでいたんでしょう。もう200万は夫の車代なのか、それとも他の人のお金なのかもわからない。いつか彼女も結婚詐欺で訴えられるかもしれないけど、そんなことどうでもいい。結局夫を騙して本命に貢いでいたのに、その本命が結婚詐欺師だなんて。人を騙そうとするから騙されるんだ。まさに自業自得だ。夫はというと、私の家に住む予定でいたため、家もなくなり、お金もない。慰謝料なんて支払えるわけもなく、私は弁護士を通して会社に連絡を入れてもらい、給料から
強制的に支払ってもらうことにした。結局実家に帰ろうと思ったようだけど、今回のことを義母は許さず、家に入れてもらえないそう。義母からは何度も謝罪の言葉をもらったが、義母は何も悪くない。悪いのはあいつだから。今では会社でも浮気して離婚したことがバレて、肩身の狭い中、おんぼろアパートで私に慰謝料を払いながら生活をしているようだ。その後、私はというと、田舎でのんびりと暮らしている。今まで忙しく働いていたし、これからはのんびり田舎暮らしを満喫しようと思う。